東華の診療所山奥の魔法獣医譚第一章春の息命の場所。山道を覆う雪解けの水は岩肌をなぞるように細く流れ、その音はまるで誰かがそっと息を吸うように静かだった。おつつるは足元に気を配りながら溶けかけの霜を踏みしめるたび、靴の底でかすかな音が鳴った。空気は冷たいがさすようではない。ほんの少し湿り気を帯びた杉の香りが鼻腔に満ち、都会の排気ガスの記憶が徐々に薄れていく。隣を歩くタカは言葉を発しない。ただ肩に止まった山鳩の羽を指先で撫で、時折目を細めて遠くの尾根を見つめていた。その瞳には何かを思い出そうとするような曖昧な光が宿っていた。やがて視界が開け、苔の生えた瓦屋根が静かに姿を現す。木造の診療所は傾きながらも、まるで森に抱かれて呼吸をしているかのように存在していた。軒下で眠っていた小鹿は来訪者の足音に耳を動かし、起き上がらずにじっと見つめてくる。瞳は深く湿った夜露のような色をしていた。ようこそ明の交差点へ。弥生田先生は振り向きながら手に握られたよもぎを掲げた。葉には朝露がまとわりつき、日の光に照らされてきらめいていた。その輝きはどこか祝福の儀式を思わせるような雰囲気をまとっていた。第2章薬草の祈り。午前4時過ぎ、診療所の奥でフクロウが羽音も立てずに身を低くしている。カケスが窓の向こうで甲高く鳴き、薬棚の瓶がわずかに震えた。おつつるは違和感を覚え、隣に立つ弥生田先生に目を向ける。先生動物たち、落ち着きがないです。先生はよもぎの茎を編み込んでいたが、不意に動きを止める。そして静かにつぶやいた。雷はまず音を忘れさせるの。山が息を詰めた時、嵐はすでにそこにいるのよ。その時、銀鈴が無風のはずの室内でかすかに揺れて鳴った。間もなくして山がうめいた。突き上げるような地鳴りが山腹を震わせ、診療所は大きくきしんだ。棚から薬瓶が飛び散り、床にぶつかって青い霧のような方向が一瞬広がる。ケージが開き、動物たちの鳴き声が雷鳴とともに重なり合う。森が、山が命ごと悲鳴を上げているようだった。タカは瞬時におつつるの肩をつかみ、身体ごと引き寄せる。そのすぐ上を小鹿が足を畳んだまま飛び越えていった。針が崩れるその直前、銀鈴の高音が激しい音の中で際立って響く。鈴を鳴らし続けて。音が命をつなぐのよ。弥生田先生は街灯を翻し、血のにじむ手のひらで鈴を振る。その腕は震えていたが、音はまっすぐに霧を裂いて進み、診療所を浄化するかのように空気の層を変えていく。迷っていた動物たちが一匹また一匹と耳を立てる。ウサギがすり寄り、カケスが肩に止まり、まるで名同士が音に呼応して再び寄り添い始めていた。おつつるは口を閉ざしたまま、崩れた棚の下から壺を拾い上げ、川の水で布を湿らせ、倒木の陰でよもぎの群れを見つける。それらすべての動きが儀式のように丁寧で静かだった。
第3章命の灯台。3日目の夜、月の光が弱くさす中、診療所の跡地には人と獣が集まり始めた。古いランプに火が灯り、空気が暖かさを取り戻しつつある。老人は破れた街灯の中から痩せた猫を取り出し、震える手でそっと撫でる。少女は小鳥を祈るように両手で支えながら歩いてくる。少年は鷹から渡された白い折り紙の鶴を胸元で深く抱きしめた。先生。牧場の馬が。叫びとともに弥生田先生はすでに立ち上がっていた。その目には迷いはなく、ただ命の方角だけを見つめていた。牧場には深い裂傷を負った栗毛の馬が倒れていた。息は浅く、目の焦点も定まらない。先生はそっと馬の首に頬を寄せ、耳元でささやくように鈴を鳴らした。銀鈴の音に応じるように、山に伝わる子守歌が誰の声ともなく流れ出す。その旋律は夜風とともに揺れ、森の奥まで浸透していく。おつつるの胸の奥に確かに何かが共鳴した。焚き火の向こうで先生が言う。お前たちはもう獣医ではない。鷹が顔を上げる。焚き火が揺らめき、その光が彼の横顔を穏やかに照らす。命を癒すものから命を紡ぐものへ。今のあなたたちはそうなったのよ。ウィル、お待たせしました。ここからは最終章、巡りと誓いの進化版を描いていきます。季節の再生とともに流れる名の循環をおつつる、鷹、弥生田先生それぞれの静かな変化として表現してみました。最終章、巡りと誓い。1年後の春、山は去年と違う色をしていた。新緑はひときわ濃く、風は軽やかに潮をすり抜けながら、まるで誰かの笑い声のようなささやきを残していった。診療所の軒下では、新しい木材の香りと古い苔の匂いが混ざり、懐かしさと希望が入り混じった空気が流れていた。風鈴のような銀鈴の音が遠くの谷にまで響いていく。おつつるは縁側で薬草を丁寧に並べていた。指先はかつてより迷いがなく、手のひらはかすかに日焼けして強くなっていた。干されたよもぎは淡い黄緑に揺れ、その香りが診療所全体を優しく包む。ふと森の奥から足音が近づく。黒、白。声に振り向くと、タヌキの親子がかけてくる。子たちは葉の間をくぐり、おつつるの膝元で丸くなって小さく鼻を鳴らす。その仕草におつつるは思わず笑みをこぼす。かつて震えていた夜の光景がふと脳裏に浮かび、心の奥で何かがそっと溶けていく。鷹は鳥小屋で片翼のフクロウに餌を与えていた。指先は優しく海馬を置く動作には、命のリズムに寄り添うような静かな尊敬が込められている。彼は空を仰ぎ、丘の上に立つ弥生田先生の姿を見つけた。彼女は静かに森を見守っていた。手には銀鈴が握られ、光に包まれるように淡く輝いている。その視線の先では、かつて傷ついていた子狐たちが跳ねながら新緑の森へ消えていくところだった。先生、あれは…お
おつつるが声をかけると、先生は答える前に銀鈴をそっと握り直す。そして微笑みを浮かべながら言葉を紡いだ。命は去り、また巡るのよ。私たちはそのほんの一時を預かっているだけ。その言葉が風に乗り、診療所の窓辺で揺れるランプの炎が優しく震える。まるで無数の鼓動がその明かりに息を吹き込んだかのようだった。鷹が折り紙の鶴を手渡すと、おつつるはふとそれを手のひらに包み、そっとささやいた。魔法じゃないって言ってたよね。鷹は笑ってうなずく。その笑顔は初めて見る穏やかなもので、目の奥に深い安堵が宿っていた。これは魔法を超えたものだ。山の風が銀鈴を鳴らし、診療所の灯火が新たな夜を照らし始める。その光の下で生きるすべての命が静かに、確かに再び物語を紡ぎ始めていた。